こんばんは、クリミナルです。今回はペルソナについてお話しさせていただきたいと思います。日々様々な事件が起きていますが、その中には本来市民を守るはずの警察官が罪を犯したり、学校の教師が教え子に手を出したという報道を耳にすることがあります。また、真面目で礼儀正しい子が犯罪に手を染め、なんであの子が、と近所の人が記者に答える映像を一度は見たことがあるかと思います。なぜ真面目な人が犯罪に手を染めてしまったのか、私たちはそう思います。ここでご紹介するのが、スイスの精神科医、心理学者のカール・グスタフ・ユングが提唱したペルソナです。ユングは、人は誰でも社会で生きていくための表向きの人格と、それとは逆の内的心象を持っているとしました。この前者の表向きの人格、すなわち自己の外的側面がペルソナです。例えば、警察官は警察官としての仮面をつけ、教師は教師としての仮面をつけ、いい子はいい子としての仮面をつけています。人はいくつもの仮面を持っており、それを状況に応じて使い分けていますが、仮面をつけた自分は本来の自分ではありません。わかりにくいと思いますので、例を出してみます。ある中学校の教師 A がいました。その教師は真面目に働いていましたが、実は中学生くらいの女の子に興味がありました。しかし、大の大人が中学生の女子に手を出すわけにはいきません。教師という職についているのであれば、なおさらです。そこで、その気持ちを抑え込んで我慢します。ただ、それとは裏腹に、どんどんと欲望は大きくなっていきます。加えて、残業も増えてきて、教師としての仮面をつける時間も長くなってきました。次第に素顔の自分とのギャップが生じてきて、ついにはストレスが爆発し、教え子に手を出してしまった。例に挙げたような教師による犯罪は実際に多数起きています。そういった性的思考を持つ者が教師の職に就いてはいけないという考えもあり、保育・教育現場で働きたい人物には犯歴証明書の提出を義務化しようとする動きもあります。これは性犯罪をした経歴がある人を教育現場からシャットアウトすることを目的としています。しかし政府は個人情報保護の観点から慎重な姿勢で制度導入のめどは立っていません。もう一つ例を挙げてみます。ある中学生の少年 B がいました。B は親からいい高校に入るようにと言われ、日々の勉強を強いられていました。親や周囲の人間からは B は真面目でおとなしく勉強を頑張っているいい子だと映っています。そして B もその期待に応えようといい子の仮面をつけていい子を演じ続けます。ただそのうち B は優等生の仮面を脱ぐことができずに弱音を吐けなくなり自分自身を追い込んでいってしまいます。そしていい子の仮面をつけた自分と本当の自分が乖離していき、どんどんとストレスが溜まり、やがて爆発。周りから真面目でいい子だと映っていた子が事件を起こしてしまいました。ある教員はこう言いました。校内で暴れているうちはまだいい。何とかしてくれという気持ちを教師にぶつけてくるわけだから。怖いのは問題のない子が突発的に事件を起こすことだ。切れるというのは感情が爆発することで、感情が爆発しないためには感情を小出しにすることが必要です。普段から自分の感情を抑圧している子供は、周囲からはいい子として映っているかもしれませんが、限界まで達した時に切れてしまいます。大人は子供が安心して感情を表現できるような環境を作ってあげなくてはいけません。話を聞いてあげること、容認してあげることが大事です。仮面をつけたままの状態が長引いたり、素顔とのギャップが大きくなると、本来自分が持っている豊かさが失われ、活気や自発性が欠け、イライラや不満が募ってきます。ただ中には、仮面をつけたままでなければいけない職業もあります。例えば、営業マンであれば、営業マンの仮面をかぶり続ける必要はありません。仕事が終われば、その仮面を脱ぎ、素の自分に戻ります。しかし、警察官や教師といった職は、道徳的に振る舞わなければいけない立場ですので、つける仮面は分厚くなり、脱ぐ時間も少ない。さらに、振る舞うだけではなく、その職に求められる人格を演じ続ける必要があります。そして、だんだんストレスが溜まっていき、仮面にひびが入った時、暴走してしまうというわけです。
また、警察官という職業は日常的に犯罪と接しているがゆえに、ミイラ取りがミイラになる危険性が高まります。ドイツの哲学者フリードリヒ・ニーチェの有名な格言があります。怪物と戦う者は、その際、自分が怪物にならぬように気をつけるがいい。長い間、深淵を覗き込んでいると、深淵もまた君を覗き込む。警察官としての仮面にひびが入り、限界を迎えたとき、本来取り締まる側である警察官が犯罪に手を染めてしまうわけです。深淵を犯罪と置き換えるとこうなります。長い間、犯罪を覗き込んでいると、犯罪もまた君を覗き込む。ただ、仮面をつけないとなると、それはそれで問題で、適切に世間や社会と関わっていくためには、ペルソナが必要です。人との関わりの中でうまくペルソナを獲得できないと人間関係を良好に築くことができずに不登校や引きこもりとなってしまうわけです。仮面を上手に着脱すること、使い分けることが大事です。それでは今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。